はい、皆さん、こんにちは。ナノチャンネルです。今日のジャンク品はこちら。廃校機インパクトドライバー WH36DC です。全く動かないっていうジャンクで購入しました。発売日が2020年の10月ですね。廃校機でね、一番売れているであろう工具でしょうね。ということでね、早速見ていきましょう。ちょっとバッテリーさせていきたいと思います。動きませんね。ちゃんと聞いてた通りですね。たまに嘘あるんでね、フリマは。ボタンも効かないですね。LED もつかない。取説によるとですね、このね、パネルの LED と、ここの LED。これは、スイッチをね、一度引いた後じゃないと何もつかないそうなんですよ。なんで、この電池を入れてすぐ、この時は何もつかないんですよね。一度スイッチを引くと、これがね、機能するみたいなんですけど、全くね、動作しないんで、スイッチがね、オンになってないんじゃないかなって、今のところ予想してます。早速、分解していきたいと思います。じゃあ、まず、このね、先端のね、カバーを取ります。このカバーはですね、この留め輪で、C 型のね、留め輪で止まってるんで、これ外していきたいと思います。これの外し方はですね、こういう、めちゃめちゃ錆びてますけど、留め輪外しでね、こうやって、まあちゃんとした使い方じゃないとは思うんですけど、こういう風に。取れました。で、これが外れます。後ろのネジ2本取ります。はい。そしたら、これがね、外れると。で、ベアリングがあって、このローターも取ります。磁石の力が強いんで、強めに引っ張ると取れますね。では次にですね、正面の、8本ですね。8本取っていきたいと思います。はい、外れました。おー、かなり綺麗です。本当にスイッチ悪いんかな。ヒューズがありますね。パッと見切れてなさそうなんですけど、一応ね、ヒューズは切れてません。これ、外していきたいと思います。これがステーターですね。これが LED です。ここにね、ゴムのバンパーみたいなものが入ってました。なんかいい感じにもあるんで多分大丈夫なんじゃないかなと思います。ガタも全然ないしね。メンテナンス動画とかはね、いっぱいあるんで、僕はしません。で、このごっちゃごちゃになってる部分も外せば、はい。戦いにできますね。これが多分問題のスイッチですね。TGRY1-1C って書いてありますね。DC5V、2mA。悟り。DC5V がここに来てるかどうかをまずチェックしましょうかね。このね、ゴム外していきたいと思います。このメスでね。どうなってる？爪っぽいのが見えるんですけど、このシリコンがね、取れました。この赤は 5V かな。ここに 5V が来てるかどうかチェックしていきます。今バッテリーでね、電源が供給されてる状態ですね。
この状態で5ボルトがね、来てるかどうか。どの端子がどのように作用するかわかんないんですけど、指つりそう。特になんもなし。なんもなし。なんもなし。オフ。とりあえずこのシリコン取ってみますか。次は、なんかありますね。こっちからもなんか覗き穴があるんですよね。うん、回った。回ったってか。なんかね、グニグニやってたらいつの間にか取れてました。結構あちあちになりました。もしかしたら中の基板を傷つけちゃうかもしれないけど、もうやるしかないですね。よしよしよし。見てください、これ。なんとかここまで来ました。とりあえずここまで。次。お、来た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 。やっと来た。4割ぐらい開きましたね。無理にやっちまったところ開きました。こっちには何もついてないっぽいですね。これなんか、接着剤じゃないな。超音波接着的なやつ。もういけ。深い。なるほど。よし。中はこうですね。なんか悪くなさそう。なるほど。なるほど、わからん。やべ、どこ行った？全然見てなかった、今。うわ。うわ、どっか行った。あったあった。ここが接触すると、左回転ですね。ここか。なんかいろいろ繋がってますね。どれがどれだ？ちょっとこれも掃除していきます。2番と3番。黒と赤で正逆の切り替えだったんですね。抵抗モードで分かると、ここはね、1オームで、こうずらしてったら、9キロオーム、13キロオーム、20、30、40、50、77、88、90。90キロオームですね。ここからここまでね、徐々にこう上がっていく感じですね。悪くないんじゃね？どっかがオンになるとか言ったけど、あれも憶測なんで。あれ？どういうことだ？ここの導通がない？この導通ないですね。ちょっとね、顕微鏡に切り替えます。はい、顕微鏡セットしました。抵抗値は、抵抗値もゼロも完全、これここ削っていきますかね。ここ導通はここまである。いや、パッと見でわからんのがすごいな。どこで切れてんだろう。でも
あ、待って、ここだわ。やっぱここだと。危ない危ない危ない。ちょっともうちょっと削りますね。ここまではあって、ここ同通になって、これなんだ。ジャンパー線とかいらないんで、多分ね。もうそのままギャップつけます。ルックスをね、ここにね、パンとつけますね。つけすぎたね。小手先死んでね。ジャンパーするか。ジャンパーはね、正直慣れてないんですよね、全然。ジャンパー経験がね、あんまりないんで。よし。よし、OK。こんなもんでしょう。これをね、普通にやってる人ね、すごすぎます。全然汚いしね。まあ、ほぼほぼ初めてなんで、多めに見てください。あ、あげました。これで同通があるはず。はい。OK ですね。はい、じゃあ固めていきます。はい、硬化しました。次はこれですね。シリコン。この剥がしてしまったね、ここの接点に塗っていきます。うい。これもね、硬化させていきたいと思います。塗れたんでね。こっちは綺麗に塗れましたね。はい、硬化しました。じゃあスイッチをね、組み込んでいきたいと思います。このね、接点のところにね、グリスがついてたんですけど、取っちゃったんで、ここにね、はい、コンタクトグリス。これ塗っていきます。もうこっちに塗っていきます。ただ、塗りすぎ注意ですね。表面だけに塗る感じで大丈夫だと思います。じゃあ、組み込んでいきますね。なんかよくわからん。スマホの修理した時に使った、これで、30秒ぐらいしたらね、閉じますね。これでね、固定させて、一生取れないようにします。こんな感じで、ここもシリコンで埋めたいと思います。いい感じかな。これでね、半日ぐらい放置して硬化させていきます。はい、皆さん、あれからね、2週間ほどね、経過しました。もうこんだけ時間を置けばもうカチカチっすよ。黒と赤が左回転と右回転の切り替えでしたね。今右回転なので同通はないですね。左回転にするとこうやってマイナスドライバーではい、ではね、シリコンも硬化したので、いよいよね、全部組み立てて動作確認していこうと思います。ある程度ね、はめていきます。こんな感じかな。そのまま組み込んで、ラムネジをね、締めていきます。こんな感じになっちゃいましたね。締め終わりました。これはもう、で、これをね、はめると。OK。この時点でちょっと動作確認したいけど、なんか、中途半端で動かしたよりかは、なんか、気持ちの問題。広げて入れるだけね。はい、組み立て終わりました。じゃあね、早速、電池をね。じゃあ行きますよ。はい。この時点じゃ、動かないですね。果たして。真ん中だとね、押せません。よし！動きました。
動いてます。なんと。この LED も光ってますね。かけたり検査していきたいと思います。はい、じゃあこちらね、買ってきましたんでね、早速試験していきたいと思います。はい。うん。うん。いきますよ。すごい。もう全然余裕。やばい。怖い。あとうるさい。家でやるもんじゃないです。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回はスイッチの修理をやっていました。今はね、電動工具の修理動画を撮ってるんですけど、工具以外のね、修理も挑戦していきたいと思ってます。面白かったと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは次回のジャンクでお会いしましょう。